はい、金坊主でございます。あれチャンネル間違ったかなと思う人もいるかと思うんですけど、ちょっとキャンプ用品のね動画撮ってて、そのまま動画撮っております。間違ってないですよ。こちらはキントン金坊主チャンネルでございます。で、今日はですね、個人的に僕が思う、プラグイン連携サービスの選び方3つ喋っていこうかなと思います。今もう僕がキントン始めたのが2016とか2017年ぐらいでして、結構経ちましたね。で、その頃でも連携サービスいっぱいあったんですけど、今連携サービスいっぱいありますよね。で、先日行われたサイボーズデイズでも120何個、全部が連携サービス提供してるわけじゃないんです。コンサルとかもあるんですけれども、出してました、ブースを。で、何か帳票出力とか言ってもですね、いろんな連携サービスがあったりプラグインがあったりとかで、機能一緒とか画面一緒とか、仕方ないっちゃ仕方ないかもしれないんですけど、その中で選ぶ基準、僕の中の選ぶ基準をちょっと喋っていこうかなと思います。まず一番大事なのはやっぱし自分が欲しい機能があるかどうかですね。例えば帳票出力サービスですね、値段も安いんですよ、どうぞどうぞって言っても、本当に自分が欲しい機能があるかどうかなので、もちろんですけど、結構ね連携サービスあそこよく使ってるからみたいなんで選ぶ人もいるんですけど、それはやめた方がいいと。僕譲れない点ちゃんとクリアしてるか。 Excel で出力したいんだ、 PDF でしか出力できないようなサービスもありますね。Excel で出力してそのままその Excel を行政にとか何かどっかに送らないといけないとかある場合、 PDF でしか出力できない帳票出力サービスはね意味がないですし、めちゃくちゃ枚数が出ると、でも枚数制限がありますとかありますから、そうなってくると枚数制限あったり難しいなであったりとか、帳票出力できるユーザーが決まってますと。で、例えばキントン100人ぐらいで使ってます。100人みんな帳票出力したいってなってても、契約上そのユーザー、契約してるユーザーしか出力できませんよっていうサービスもある。これは別に今まで言ったその制限っていうのがいい悪いは置いといてですよ。自分たちが欲しい機能、制限がない方がいいとか、その辺をしっかりと見てですね、まず自分たちが絶対欲しいと思ってる部分をしっかりと把握して、で連携サービスを探す、プラグイン探すはこの一番大事ですね。で、もう一つがフォローですね。フォロー。ここもやっぱ重要で、どういうようなフォローをしてくれるのか。例えばカスタマーサポートセンターみたいなのがあるのか。何時から何時まで空いてるのか。どれぐらいの範囲まで見てくれるのか。さっき言っとくと、何でもしてくれるわけじゃないです。例えば帳票の設定わからないから設定してくれへんかで、設定してくれるところもあるかもしれないですけど、設定は基本的にはしないと。ね、じゃあ設定も込みでっていうのは提案してる人もいますよ。提案してる会社もいます。例えば10万、設定費10万、サービス費用1万とかなってるかもしれないですけれども、それが自分たちが欲しいフォローがあるかどうか。例えば無料のプラグインで帳票出力できますって言ってるところはサポートしないですよね、基本。無料ですから。なのにお宅のプラグイン使ってるからこれができへんくなったらサポートしてくれとか、あとはサポート範囲外。例えば JavaScript とか CSS の開発はサポート範囲外ですよであったりとか、それぞれにねそのサポートの範囲が違います。あと企業の規模とかねにもありますし、お一人でやっててもかなりサポートしてはるところもあったりはします。なので基本的にキントーンとキントーンの連携サービスってそんなサポートなくても設定できるようになってますし、サポートがいるんやったらいるでちゃんとサポートのそのコストというかサポートのサービスプランって出してるところが多いかなと思うんですけれども、その辺ですね。あとはちょっと見てほしいのは、サポートにつながりますけど、障害情報があるかどうかね。X で発信してるようなところもあるかなと思いますけれども、ちゃんと発信してるかどうか。これ困るのが、使っててですね、あれ動かへんくなった。じゃあ大体僕は X 見に行って検索して同じように動かないって人がいたら、やっぱ動かへんねんな。
障害情報見に行こうって見に行ったら、あ、障害今出てますと。ああ、そっか、障害出てんやったらしゃあないな。じゃあちょっとメンバーに言おうみたいなことやってたんですけど、この情報が全く出てなかったりとか、なんか知らん間に使えなくなってて、知らん間に使えるようになっているっていうところもあったりはするので、この、まず使ったらその開発している会社さんの職員、社員さん何人かはX フォローしててもいいかなと思いますし、障害情報があるかどうかね、ページとしてあるかどうかとかも見てた方がいいかなと思います。フォローがしっかりしてるかどうかっていうところですね。最後なんですけど、これちょっとねなかなか難しいところでもあるんですけれども、僕個人的にですよ、個人的に、サイボーズの連携サービスの製品だけに限ってですけれども、これも何回も個人的にここ大事かなと思ってるのが、横のつながりちゃんとしてはるかどうかっていうところを僕は結構重要視してます。見てるとですね、セミナーとかしてたら結構その連携サービス同士でセミナーしてる、これは別に大手でやってるところもあれば、別に大手じゃなくても入ってるところもある。老舗だけじゃなくて新しく入ってきたところも一緒にやってるところもあったりはします。ここ結構大事かなと思うんですけれども、例えば A というサービス使ってます。A というサービスと B というサービスを同じアプリで使う、プラグインとしましょう。プラグインで使ったら喧嘩しちゃったと。ね、喧嘩しちゃってると。で、A のサービス動くけど B のサービスのプラグイン動かないとかっていうのもあったりするわけですよ。これはもう仕方ないこと。言ったからって言って A のプラグインの会社さんが B のプラグインの会社さんと喋って使えるようにする必要性ってあんまないわけですよね。基本的には。だって A は A というサービスを提供してます。B は B というサービスを提供してます。A と B は違う会社ですよと。ただよく使う組み合わせであったりとか、ここの社員さんとかが、ここの会社同士の仲とかもいろいろあると思うんですけど、やっぱ一番はユーザーファーストというか、ユーザーさんがしっかりと使えるようにしていきたいというふうになった場合、A も B も使うっていうユーザーが多ければやっぱり喋りますよね。喋ってこうなってるからじゃあここ解消しましょうかで解消してくれた例もあります。これは何でも個人的で何度も言ったのが、こっちが期待することでもないじゃないんですよね。会社同士のつながりですし、どうしようもないところもあるかなと思うんですけど、ただやっぱしそのサイボーズのオフィシャルパートナーって今400ぐらいかな、500ぐらいかある、確かそれぐらいあったかなと思うんですけれども、間違ってたらごめんなさい。はい。ただやっぱ会社同士のつながりっていう、会社同士個々のつながりって僕大事やなと思うんですよね。ここの連携サービスとここの連携サービス入れてる。連携サービス同士って結構つながってるとこもあったりするわけですよ。その連携サービスの中で別の連携サービス使えるとかいうのも、もともと均等もそうですね。均等の中で自分の連携サービス使えるわけですから、そういう組み合わせをしていくってなっていくと、組み合わせによってはやっぱし何かしらエラーが出てくるってこともある。そうなった時にやっぱりいつもセミナーとかしてはるなとか、なんかこうよく、難しいですけど X 上で絡んではるなとかみたいな、ビジネスはビジネスですけれども、やっぱりそういうところが同じキントーンというプラットフォームを使うってなっていくと、仲良くしてる会社同士、個々同士、社員同士、連携サービスプラグイン提供している同士が仲良くされてるっていうところはやっぱり目には見えないですし、数値としても現れないけれども、うまいこといく、言い方はなかなか難しいんですけど、うまいこといくであったり、いろいろ解決もしてくれたりするっていうところがあるかなと思うと、やっぱり僕の中ではセミナー一緒にしてはったりとか、よく喋ってはったりとか、X とか見てたら絡んではったりとかってなってくると、こことここっていうのは何かあった時に対応するかどうかは分かれへんけれども、期待もしちゃダメなんだけれども、大丈夫そうかなとか思っちゃうわけですよね。なんで3つ目はね、完全に僕の個人的なところですけれども、連携サービスプラグイン選ぶ時大事にしてほしいのは、まず絶対的に自分の欲しい機能をしっかりと把握した上で選んでほしいなと。
でもう一つが、フォローをしっかりしてるかどうか見てほしい。フォローなんかあった時にすぐ情報発信してたりとか、障害ページがあったりとか、対応している、ほったらかしにしてないってところはやっぱ大事かなと。で3つ目はもうめちゃくちゃ言います、個人的なところですけれども、仲良くしてる、他のところとも仲良くしてるっていうところは大事かなと。じゃあ滝村さんとこどうとなってくると、別に喧嘩してるところはないと思います。はい。僕が連携サービス出してるわけではないですけど、ここの会社と今やっとんぞみたいなところはないですし、はい、なんか疎遠なところっていうのはそもそも僕は知らない会社さんであったりとかはありますけれども、そんなギスギスしてるところはないですし、だらだら喋っちゃいましたが、大事なのは、僕が思う大事なのはその3つなので、その3つをちょっと意識して連携サービスとかプラグイン見てもらったり、今使ってる連携サービスプラグインとかもさあこの3つちゃんとなってるかなとかも見ていただけたらなと思います。今ちょっと会社の方のね事務処理もいっぱいあってですね、なかなか喋れてないところはありますが、また年末年始動画撮ろうかなと思ってるって言おうと思ったんですけど、キャンプ行くな、でも月に1本2本ぐらいは上げていければなと思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録してくださいとは言わないんで、気づいた時にもし何か新しいの上がってたら見ててもらえたらなと思います。以上です。ご清聴あざした。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.